Are you listening? Damn. 便利な世の中になったね。知りたいことはだいたい携帯をポチッと触れば何でも調べられちゃう。さあどうだろう。みんな普段釣りをしていく中で楽しんでいく中でいろんな情報をかき集めてると思うんだよね。探してると思う。でその中でどういった情報に目をつけてるか、ここすごく大事になってくると思うんだよね。大半の人がどうだろう。あそこで釣れてる、あそこ行こうぜとか、これだこれで釣ってんだよっていう、その目先にとらわれすぎてないだろうか。世の中だいぶ便利になりました。便利になりすぎて逆に不便。ある意味、昔であれば釣れるポイント、これをよく知ってる人はよく釣ってたと思います。もしくは情報があまりなかった時代、いい釣り方を見つけた人が一人美味しい思いをしていた。10年前釣り人に求められるのはそういったスキル、釣れる場所を探す嗅覚、釣れるテクニックを見つける目、そういったところがね問われてたと思うんだけど、今の時代違います。今の時代必要なのは釣るための情報、これを誰よりも多く手にしてさらにうまく活用できる人、これが釣れる人に今の時代からは変わっていきます。世の中が変わるように釣りのスタイル、釣りの形、これも変わってきてるんです。さあということで今回から新しく始まるアップデートっていうこのタイトル、もうまさに名は体を表す。さあみんなにどんどんアップデートしてもらうためにここでは必要な情報っていうのを、提供していきたいなっていうところでね、始まっていきます。なのでごめんね、最初からきついこと言うよ。無駄な情報にとらわれすぎ、無意味なことにねみんな集中しすぎなんです。だから釣れないんです。ごめんね、決めつけて。釣れない人はそういうことなんです。釣れる人は無意味な情報にとらわれてない、ここなんだよね。釣りってね、もうはっきり言って誰でも、もうごめんね大げさに言うよ、誰でもうまくなれるんです。どうだろう、俺が今から大谷翔平超えるぞっつって死ぬほど頑張ってなれる？ 100% なれないよね。俺今から死ぬほど足鍛えまくって回しまくってボルトの記録抜ける？ 100% 抜けないよね。もう無理があるんです、スペック的に。でも釣りって無理がないんです。ある程度投げる、ある程度動かす、ある程度頭を使う、これができるだけで誰でもプロ級に釣ることっていうのは可能なんだよね。全国各地いろんなところで釣りまくれるか、これも本当にプロになってくると思う。でもみんなが普段行ってるフィールドで釣りまくる、プロのように釣りまくる、これは必ずできます。そのためには不必要な情報はもうカット。本当にその時必要なことをどんどんアップデートしていく。バージョンアップじゃないんだよ。バージョンアップっていうのは誰でも簡単にできる。いい道具をお金を払って買う、いい情報をお金を払ってゲットする、人とつながって教えてもらう。バージョンアップは簡単です。大事なのはアップデート。ここで差がもろにつく、それが今の時代だから。ここではその差がつくところの情報のつまみ方、現場でのつまみ方、ネットじゃないよ、この現場に落ちてる大事な情報をネットを通してみんなにお届けします。これが今回から始まるアップデート。ぜひ見ていって。じゃあよろしくお願いします。さあなんか面白いの見せれるかな。見て見てささもうほら青子が出てる。いい水に育ってますよ。さこれ降りれると思う？劇なら上がってこれるだろうけどどこだ今のは。ボイルオンしたな。壁際でなんか食ったな。
そんなど真ん中でやる。だいぶど真ん中だったね。ベイトが岸に寄ってないね。あ、ダメだ、向こうに来てる。すんげえボイルしてんじゃん。もうダメだ、どんどん沖に行ってる。ちっちゃいな、バスが。ああいう感じか。で追ってるベイトがちっちゃいからデカダッチに食わねえな。よし、食った。そばから逆のことで出るなや。ただ水面付近にベイトがいるからこうやって出てくる。サイズとしては知れてんだけどね。よいしょよいしょ。知れてるっつっても45ぐらい。よいしょウェイツアフターカリカリねえ、見てこれカリカリ。まあでもそういうことだよね。深いところにこう潜っていく体力のない、ね、こういったもう超絶アフターコンディションの魚っていうのは岸際もしくは水面直下、そういったところをフラフラすると。でさらにこういった光量がある時ってやっぱ水面から水温上がっていくから、小さなベイト、その年に生まれたような、稚魚だよね。そういったやつらっていうのはやっぱ遊泳力もないし落ちれないし浮くし晴れてるし暖かいし固まるしそれ食いに来るしっていう、もうまさにアフターのもう典型的な釣れ方だよね。だからなんかトップって夏のイメージがあるんだけど、実はこの、5月6月っていうこのタイミングかな、いわゆるアフターっていうコンディションが象徴されるこの季節、ここが一番よく釣れるんだよね。だから釣れるにはその理由がある、釣れないには必ず原因もある。だからここで言うと釣れる理由だよね。餌となる体力のないこういったアフターの魚が小さなベイトを食いたい、捕食してる、だからトップ。まあその中でもねちょっと言ってたのはちっちゃい稚魚食ってんなあれって言ったから、本当はもっと小型のトップでもよかったんだけど、時にはこういったねルアーパワーがあるようなデカダッチ、こういうので誘ってやると、このサイズ45ぐらいなら食ってくるっていう感じだよね。キャスト不必要、むしろルアーの存在感だけで釣れるようなこういった感じの1匹。今の1匹で分かったよね。沖もちゃんと今日は見ていかないと、ああいった季節の状態のど真ん中の魚を取りこぼしていっちゃう。だからよくうわートップで釣れるってよっぽど状態いいんだろうなとか、トップで釣れるってイージーフィールドじゃねえのなんて思ってる人は相当昭和のままアップデートできてないよね。トップはトップで一番騙せる環境とか季節とか魚のね動きっていうのがあるから、それ合わせるだけだからね。言ってみれば将棋の駒で今傾斜打つのがベストと思ったら傾斜使うだけみたいな。今トップがいいだからトップを入れる、もうそれだけだよね。大事なのはその状況を知ってるかどうか。こういう情報を自分が手にした時に本当にフィールドに行ってその情報を活用してるかどうか。情報は知った時点で何も始まらないからね。知らないより知ってた方がいいけど、それをちゃんと活用して経験体感しないとアップデートにはつながらないからね。おっとっとっと、あれぐらいいいもん見たいわ。これちょっと面白くなりそうだね。稚鮎がいたぞ。これノーシンカーのフリーフォールも面白くなる感じだね。稚鮎だ。稚鮎絡むとこ見つけたら鬼厚だなこれ。よし、散歩しながら釣りしていくか。でなんで一番最下流まで来たか、ダムサイトがあるから。ダムサイトは常に大なり小なり水は出してってことは、水の動きが今この中で一番最も存在しやすいのはダムサイト。上流があんまり機能しないからね。
でその中でも春を象徴するアフターまでの典型的ともいえるこういったワンドが隣接している。アフターがメインであればこういうところで釣れるでしょう。釣れた。もうはっきり言って情報も取ってなければ下見も一切来てないから何も分かんないんだけど、でもこういったことをキーワードにポンポンポンとくればその日の雰囲気が絶対じゃないけどね、なんとなく見えてくる。なのでこの後はこういったへこみ、ワンド的な、ね、役割を果たしてくれるへこみ、これでアフターを狙う。でも一方でアフターもね、アフターから回復していってる魚も見ていってみたいから、それは逆にこういったワンドのへこみから今度張り出すような岬、ここでは回復を期待する。両方触っていってみる。でどっちで釣れるの、これでその日が見えてくるよね。ざっくりとそういった感じでこの後は触っていってみましょう。アップデート。さあ早めの午前11時に食事をとりました。で1時間休憩のちのジャスト真っ昼間ということで、ほぼ考えられる最上流、だって見てよ、超浅いんだもん。これ絶対いないでしょ絶対いないでしょ。絶対いないんだけど、来てみましたと、いった感じ。じゃあ午前中振り返ってみようと、いったところで、まず下流域から入っていったと。で、下流で釣りしてる時にも言ったんだけど、まず岸際にあまりベイトがいなかった。ここが気になるよね。で、普通に考えたらアフターのタイミングっていうのは、スポーニングもそうだけど、スポーン、そしてその後フライを守る、そしてフライを食うっていうようなこの一連の流れっていうのは季節感的にこれどんなにプレッシャーがかかろうがあるんです。毎年あるんです。そうなると岸際、浅いレンジ、これはもうキーになってくるんだけど、そこには何もいない。釣れたでしょ、1匹釣れたでしょ、遠かったでしょ、沖なんです。ということは1匹でほぼ確定なのがバスは、いわゆるもうそのスポーンの状態から解き放たれている。だからもう超絶アフターというよりここから回復に向かいたいアフターなんだよね。ということで、下流岸際があまりもう使えない、無意味で、さらに水面直下っていうのは、もちろん釣れたようにゼロではない、だけどちょっとやや沖だよね。でああいった沖になってくるとちょっと追っかけにくい、そういった場所を見つけられたりタイミングに出くわすといいんだけど、それもちょっと不確定だなということで上流にやってきたと。さあ回復を目指して上に刺してる魚どれぐらいいるかなっていうことで、まず入れたポイントっていうのが、ちょっと中途半端だったかなと。そこにはもうほぼ可能性は感じなかった。だけど可能性を感じたい場所には、先行者3名いたということで、昼休憩明けて今度はもうありえないぐらい上流からチェックしていく。でこれは何のためか、消去法です。その時やるべきこと、やらないでおくべきこと、途中も言ったよね、やることやらないこと、これを精査しなきゃいけない。これを精査することによってその日の釣りがアップデートされます。はい、ということでこの後アップデートしていくためにあえて釣れないであろうここを見ていきます。消去法です。はい、釣りしながらあれ最上流どうなんだろうな、上って今どういう状態なんだろうなって気にしながらやってたらこれ意味がないんです。もっと意味がない俺が一番チェックしたかった釣れそうな最上流に人がいる。マジか、マジですか。であれより下流はね、柵をしている以上入っちゃいけないんだよね。なので、ちょこっとアップデートできました。上流の上流、多分田植え関係の白柿が入って濁ってますよ、浅いですよ、流れが強いですよ。でバスは上がってこれそうにない感じですよ、背ができちゃってるからね。なので、はい、一番上は切ってよしというすごいしょぼいアップデートが完了しました。さあ午後どうやって頑張っていこうかね、進めていくぞ。さあプランを変更。じゃあどう変更したか。今回訪れている広島県は、三河ダム、すぐ下にね八田原ダムっていうのが、隣接してるんだよね。で上流に位置してる三河ダムから下流に位置してる、もう本当にセットみたいな感じなんだけど、その下段の八田原ダムに来てみたと。じゃあ狙いは何？基本的にこういう隣接してる関係にある上下のダムの特徴として上のダム下のダムどっちが季節の進行が早いか気にしたことある？これね答えはね下。
って思ったでしょ。実はね、上なんです。上の方が季節の進行早いんです。なぜか、基本的に上のダムの水が下のダムに落ちるよね。で冬から春、1年通じていることなんだけど、冷たく冷え切ってたボトムにある水がダムサイトから下のダムに流される。そしたら一番冷たい水が入っちゃうんだよね。だから春がなかなか始まりにくい。これが下に位置するダムの特徴なので、まず一つ上の、三河ダム、これが水がもう劇的に青子、白柿、これによってもう急遽もうブレーキがかかってしまっている。しかも時間を追うごとに悪くなっていっちゃってるから、じゃあちょっと水が多少なりともいいんじゃないのって考えられる、下の八田原ダムで、もう一つはさっき言ったように季節の進行的にズレが出てくるんだったらちょうどアフターじゃねえかなと、いったこの2つの理由で、下のダムに来てみました。さあ話してたら着いたよ。小バスいる。小バスはいた。あ、小バスめっちゃいる。小バスはいるね。あ、小さいベイトいるな。こんくらいの5センチぐらいのベイトは絡んでる。うわ、めっちゃ滑りそう。エビ食いだったらこれだな。へえ、スピードがあるうちは反応してたけど、スピードなくすと一気に見切るね。水は圧倒的にいいね、三河に比べて。やっと乗った。このサイズでセレクティブだね。よいしょ、めっちゃ可愛い。よいしょ。戯れた。よし、真面目に遊ぶ準備をします。さわちゃん、こっからや。ほい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 。ほば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 。魚が小さすぎて一吸いで入ってね。ねえ、いろいろとローテーションはしてみてんだけど、やっぱり釣れるのが限られてんだよね。ホバスとやってダメで、今スモラバでちょっと水深になるとこもごもごやってみてんだけど、今んとこダメ。見てて思うのが、多分小さい餌食ってる。で、小さくて素早くこうピピッと動く餌を食ってる時間帯、場所、そういうバスだからアビ35みたいな感じで小さくゆっくりふわーっといくんだけど、急にピピッと動いてまたふわーってなるから反応して食っちゃう。小さいんだけどね、バスは。ただこう見てても癖が出てるよね。この今のスポットの癖としてはそういう癖が強そうだから、そういう意味じゃ今ちょぴっとアップデートって感じかな。やっぱアビだな。釣れるのはアビばっかり。これがアベレージだもんな、このスポットのな。楽しいんだけどね。近年こんなに小バスといえどもこんなにいっぱい釣れないからね。あえてね、首振りダートさせない。どっちかというとお辞儀、ごめんなさい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 ぐらいの感じで、こう高速ごめんなさいで持ってくる感じ。特にね、アフター回復でエビ食いなんかになってきたシーズンにはもうめちゃめちゃ強い。よいしょ。もうね、多分もう10匹以上釣らしてもらったし、でもね、なんかこの体色見て、目の周りとか水がダメになった時の体色と皮膚の色って言えばいいのかな、なんか変な色してんだよね。すごくこう疲れてるっていうか、なんだろうな、なんか水が良くないんだろうな。
違うんだよな、もうそろそろ違うんだよな。俺の気分と番組的構成を考えてほしい時間帯になってきたね。こんな薄暗くなるまでやっちゃったよ。さあということで、初日朝はトップから幕開けっていうね、なんか景気が良さそうな、スタートだったんだけど、とはいってもやっぱり沖で釣れたっていうこの違和感だよね。で現状1日やってみたらこんな感じっていう、非常にこう魚自体が、アフターのはずなのに岸際にいない、水面付近にいないで、さらに青子白柿なんか水が悪い、今もそうだよね、あぶくが残っちゃってるという具合に、ちょっと難しい環境下に、今回はぶち当たってしまったなと。でもこれが釣りだし、これが自然で生き物相手というところですね。で、今日得たこの情報、超過、これをもとに明日どれだけアップデートしていけるか、ここが釣りの面白いところだからね。なんで個人的にも、厳しい状況ってのは絶対当たるんで、釣りやってると。なんでこれをいかに楽しむかということで、今日の夜もしかしたら雨降るかもしれないとなると、三河の青子沈む可能性もあるんだよね。なんで、開けてみないと分かんないんだけど、開けてみた明日またその状況を見つつ、情報一個一個拾ってってアップデート、最後にはいい魚、締めていきたいんだけどね、そんな感じで今日はこれで終了です。厳しかったな。でもいい厳しさだよ。アップデートさあ、明けて2日目でございます。昨日の夜いっぱい雨が降るであろうという天気予報、まさかの降らないっていう、ちょっと期待してたんだけどね、いうことなんで、今日はね、三河ダムを触っても昨日とイコールコンディションだろうということで、下の八田原ダム、それのもう昨日は入んなかったんだけどバックウォーター、そこに行ってみようかなといった感じで、先行者あり頑張って早起きしたのに、やっぱりでもしょうがないよね。メジャーフィールドはそんなもん、しかも2人いる。奥いいですか？すいません、釣れました？そうですか。ということで、夜が明ける前の4時からやってたみたいですけど、ゼロっていうね、ちらほら見えるけどそんな甘くないということです。これでも立ち位置本当大事だね、これ。アイボール、アイボール。見えたら打つ。パスか、濁いか。パス、U ターンしやがった。ここまで行って食わない。ちょっとこっちの上にいたやつちょっと見に行ってみよう。よし、食った。よし。でかい。
太すぎて暴れられてない。よっしゃ、でかゴンブトきた。うわめっちゃ太い、超万太郎。ちょっと人が多いからちょっと静かに行こうかね。先行者2人、上からギャラリー3人、これ超でかいよ。見る、これすげえよ。取ったぜうら、これやばくない超ハイクオリティ。うわー来たね。長さで55ぐらいの超腹パンねえ。どんなにタフなタイミングに出くわしても必ず突破口って絶対存在するんだよね。まあ今回はね、ちょっと三河があまりに劇的に水が悪くなっちゃってて、魚が食う感じにはなかなかなかったから、まあ、ちょっとね下のダムのさらにいろいろ機能を試した上でシンプルに、じゃあベイトが一番絡みやすいバックウォーター、ここは白かき入ってなかったからね、鮎がちゃんと上がってきてた。で仕留めたぜ、ツーウェイのホバスト。最新テクの威力がもろに出たねでかっ。澤井さん、ちょっと番組変わってるけど、よいしょ。さあどうだ。うお、金魚みたいだな。太っ。いいバスだった。また上行ってる。これ何指し示してるか分かる？依存してるの。もう餌が取れる場所、自分がもう楽に餌を取れる場所っていうのを完璧にその時期その場所で把握してるバスって、ああいう動きするの。そうじゃない回遊とか普通にフラフラしてるような魚って逃がしたら絶対に下流並びに深いところ、最寄りのカバ、これにスッと寄るんだけど、あれもう一回戻ってる。あれがもう今のこの現状を象徴してる。だから昨日なんかもそうなんだけど、やっぱりトップで釣れたシーンもそうでね、沖だったけど餌がちゃんといったところ、こんなベイトがピチャピチャしてたでしょ。で今日もそうで、朝が全てかってそうじゃないの。そうは言いたくないのね。どうしても夏に近づけば近づくほどみんな朝釣らなきゃっていう思いが強いんだけど、本当はそうでもない。これ日中も同じことが言えるんだよね。そのベイトがちゃんといる場所、ベイトが、偏る、ここだったらバックウォーターだよね。バックウォーターっていう浅くて狭い場所に偏る。だけど、朝もそう先行者の人がもう薄暗い間から入ってて叩いた後、何が言いたいかっていうと、アプローチが大事。魚はいる、偏ってる、固執してる、粘着してる。でも粘着してる場所と物が分かんないとどれだけ投げても食わない、今の時代は。なので、その季節、そこの場所を象徴するベイトだよね。これやっぱ知るってことがもうパチンと次のアップデートにつながる一番の近道なんで、ここは稚鮎っていうのがもうもろだったよね。しかも弱った稚鮎だから、ああいったホバストのような感じでファッ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 ファって水面直下をフワッ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 フワヘロヘロヘロみたいな感じで誘ってやると、普段食ってるものだから思わずパッといっちゃう。あれぐらい頭のいいようなね個体でもやっぱ餌に惑わされて餌に偏ってる時っていうのはあんな感じで釣れる。でやっぱりその時期その時期の偏りを見つけるっていうことがね、ものすごく大事だ。これを365日1年2年3年とアップデートしていくとものすごいデータあるようになるんだよね。しかも生きたデータある、ここが大事。さあテクニックのアップデートということで、毎年とは言わないけど、やっぱ何年かに1回新しいテクニック生まれてくるんだよね。で決して自分が考案したテクニックではないんだけど、2020年
もう話題のテクニックだよね。ホバストと呼ばれる、アプローチ並びにテクニックなんだけど、一般的には、中空って言えばいいかな、中にある程度空気を含んだベイトフィッシュ系のワームを用いてやる。でどんなテクニックかっつったら、調べてもらったらすぐ出てくると思います。でここで簡単に説明すると、いわゆるもう一定でとどまるような、いわゆるホバリングしてるような、でもゆっくりストローリングで持ってくるよ、字のごとくホバストっていうものなんだけど、基本的には投げてとにかく竿をこうやってね細かく振ってもらって、ある程度一定でとどまってるようにゆっくりゆっくりこう持っていく。いわゆるミドストの超ライト版って思ってもらっても誤解はないかなと。だけどミドストっていうのは中層をこうやってロールさせながらクイッ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 クって持っていくんだけど、ホバストに関して言うともっと違う。とどまる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 、ちょっと下に落ちていくけどとどまる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 、こういった感じなんだよね。なのでいろんなシチュエーションで効果てきめんです。まず一つに水がきれいな場所、でまず一つに水面から比較的近い距離、そこを粘らせるっていう、だからシャロー、こういった浅い場所っていうのもいいし、あとはもう魚が単純に目線が上、エビ食ってるとかね、自分の上を通過するベイトに対して、モチベーションが上がっている時、簡単に言うとそういった時には非常に効果的っていう、ものです。でベイトフィッシュ系を用いるのがもうベーシックなんだけど、ベイトフィッシュ系って飛距離出しにくいのよ。あと専門的なフックが必要になってくるんだけど、これ今各社から出てます。個人的にはね流儀の、ホバーショット、これを、好んで使ってるんですが、ベイトフィッシュ系使ってるとね結構釣りやすい。ここがね結構ストレスな、ところでもあるんだけど、この釣りのでそういった、飛距離が出にくいでずれやすい、これをね解決してくれるのが自分なりの新しいホバストの一手2ウェイ。もうこれを使うことによってねネルシンカーね 0.3g です。でちょっと飛距離が欲しいとか、ちょっと水深落としてもいいかなって時は 0.45 でもう 0.6 ここまでいくともうホバストではなくなってくる。なんとなくミドストよりちょっと軽めに浅いところ引けるぐらいになっちゃうんだけど、でこれを使うことによってのメリットは何かっていうと、これ見てもらったら分かるんだけど、強いて足がいっぱいあるのよ、触覚が。これがねめちゃめちゃブレーキかけてくるのなんで、ベイトフィッシュ系っていうのはねちょっと身をね震わせながらこうやって粘って粘っていってくれるんだけど、これねそこまで身を震わしてくれません。だけどその代わりに、ベイトフィッシュ系ではできないようなブレーキのかかった一定レンジでゆっくりブレーキをかけて持ってこれるっていう、あと飛距離が単純に出やすいっていうところで、ベイトフィッシュ系が効かない時は圧倒的にこっちが効きます。特に普段からライトリグに慣れてない人であればあるほどこっち。タックルとしてはねこれ結構小さいものを軽いものを一生懸命震わすから、もうベニャッベニャのロッドがいいと思ってる人も多いかもしれないけど、意外にそうではないと個人的には思います。で理由としては投げてミドストとしてはけど竿を縦に振っていってあげるんだよね。で基本的にラインスラッグを叩く釣りだから、これね竿で動かそうとしたら、手前に来ちゃうのワームが。だからラインのスラッグたるみを叩くをやると粘りやすくなる。ということはスラッグを叩く釣りだから、極端に言うともうベニャベニャの柔らかいロッドである必要はない。個人的にはウルトラライトぐらいでやってます。なんで、俺だとグラディエーターのマキシマム、その中の、マックスフィクサーっていうこういったロッドだよね。ウルトラライトっていうより竿を振った感じ、これちょっとライトに近いんじゃないというぐらいウルトラライトプラスぐらいの感じの味付けの竿なんだけど、なんで極論言うとライトでもできます。だからそれぐらいちょっと硬いかなって思うようなウルトラライトからライトぐらいで個人的には OK だと思います。レングスはね長くない方がいい、さばきにくいから。なので6フィート前半、これがおすすめかな。でリールに関してはもう別にもうベーシックでいいです。もう2500番台で OK じゃないかなといった感じで、あとね大事になってくるのが糸。これ意外に大事なの。小さくて軽いものを投げるから3ポンドって思うでしょ。でもいろんな景色で投げていくから、あとかかった魚がでかかったりもするから、そうなってくると3じゃね心もたない。悪くないよ、でもベタ
ベストはねやっぱ4ぐらいでいいです。で特に、2way を使っていくんだったら4でも十分飛距離出ます。はい、なんでラインはね4ポンドぐらいにしたい。だけどラインってねメーカーによっては同じように4ポンドってシール貼ってね記載されて売ってても糸の径が違う、太さが違うの。これ各社よく調べてみて、みんなもこれもうね調べてみて、全然違うから。なんで、もし自分が愛用してる糸があれ調べてみたら径が太いと思ったら3ポンドにしてください。3.5 ポンドにしてください。ライトラインになればなるほどね糸はあんまりケチんない方がいいです。魚と自分とのつないでくれる唯一の、一直線上のものだから、まあそういった感じかな。こういったテクニックはねもうはっきり言いますよ、2年以内ですからね。はい、賞味期限大体2年なんです。最新テクニックは、2年経ったらある程度みんながやれるようになってきて、やるようになって釣り込むようになってきて、魚がそこで一回リセットっていうね、感じになるんで、大体今の時代、どれだけ効果的だっつっても大体賞味期限は2年です。よく覚えてて、そして早くやって絶対効果あるから。はい、そういうことです。アップデートで最新テクニックはやっぱすごいね。食っちゃうもんね。でも昨日は全く食ってないんだよこれ。ベイトが青子の影響とか白柿の影響で浮かなくなってからは全く、今一撃で釣れて、このアプローチですら状況が合ってないと無意味。常にベスト、常に最強のものっていうのはないからね。パス1匹だけ上がってきた。うわナマズ邪魔。ナマズ先頭、バス真ん中、ナマズケツ、めっちゃ打ちづらい。来た食ったマジか。一目散にいったな。完全場所と状態とルアーが完璧合ってる。速い動きには食いたがらない。うわそっち岩がある。全く釣れてない中でこの感じはもう完全トライだよな。うわでも体色がアフターだな。アフターだけど回復か。ほらいいバス。もうさっきの見ちゃってるとねこれがなんか普通に感じるけど全然でかいよ。全然いいサイズなんだけど、見てね、張り傷ない。本当に普段ルアー絶対食いませんっていう、そういうやつでもピタッと合ってるからパクッときてるね。おおこいつもいいコンディションの筋肉万太郎。いいね、完璧にアップデートできてる。さあ沢井さん、数々の僕のデカバスを抑えてきたスーパーカメラマンとして見慣れたこのサイズ何センチに見えますか？51です。いや沢井さんない。それはない。48ぐらいですよ俺だ。48あるかな。ほら48。はい本日の2匹目です。いいね。そしてねこれ見てここおでこね、これ紙傷。これねスポーニングの時にできてるやつだからアフターなの。アフタ
でメスで、スポンは終わってるけど回復目指して餌を取りに来てるやつだったね。よし、いいね、サンキュー。完璧。もうねアップデートできました。もうここに来る魚、チアユボール、チアユボールがいるからここに来る。餌がいなかったらまず来ないからね。こんな浅くて狭いとこ危険なだけだから。でもそこにいるチアユボールで、チアユボールにアタックをかますんじゃなくて、チアユボールの中でもちょっと弱ってるやつ、そういったちょっとフラフラっとしてる魚に対してだけ食ってくる。頭いいよね。効率よく餌を取ってる。でいち早く回復しようとしてる。だから速いテンポの仕掛けっていうのはもう絶対に食わない。でかといってちょっと吊るしてちょん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 なんて王道のこのテクニック、これもちょっと血合いのそのピヨピヨしてるのとは違うから、ここまでいくけど食わない。いろいろ試してみたけど、バスに対して一番効果てきめんなのはもう餌とリンクしてる。かといってすごくここがイケイケで釣れてるのかと全くそんなことはないね。極めてジャッジは厳しい。でも餌とピタッと合わせてあげるとこういった感じで簡単に釣れると。これがバスフィッシングなんだよね。だから本当に正解を見つけてどんどんアップデートしていくってことが、もう本当にどれだけ魚をイージーに手にするかっていうのがもう見ての通りです。だからこれぐらいやっぱりその時その時のフィールドのつまめる一番エッジのとんがったとこをピュッとつまんであげるとすぐ釣れるようになるっていう、もういいかな。よし、ここからはまだ見てない、メインのバックウォーター、ここもサブバックウォーターというかもうインレットみたいなところだからね。なのでメインのバックウォーターが入れれば、昨日なんかもそうなんだけど、もう満員御礼で入れないんだよね。駐車スペースがすぐいっぱいになっちゃうから。でそういう時もう絶対これやんないでね、絶対やんないでね。どれだけ行きたいからっても駐車スペースがないところも絶対無理して行かないで。もう釣り金の元だから。はい、ということで、駐車スペースが空いてれば、入ってみようかなといった感じです。アップデートさあお昼休憩の後、多いね、先行者ありで、入りたかったところもう全部ブロックで先に入られたから、もうここから上を見ていく感じで、結構水の質がいいからね、もうまず目でベイトだったりバスが見えればバスだったり、まずはもう目できっちりフォローしていこう。もうね、さっきの筋でもそうだけど、キーワードはもう確実にチアユで、完全に回復しきってるわけじゃないから、そのハスだったり追い川だったり、その動きのめちゃめちゃ俊敏っていうか速いベイトを追ってない。とにかく小さいベイトが絡んで餌を食いやすそうな地形、そこにバスが絡んでるか絡んでないか、まずはその条件で探っていく。うわ、でかっ、めっちゃでかい。あのバスいるわ。55絶対超えてる。あれかけても止まんねえだろうな。この岩ガビガビのポイントでかけるにはちょっと怖そうなサイズだけど、来いうーそういけいかない。よれで見切ってる。いけてるなあいつら。よれで見切ってる。頭いい。よれで見切るやつ頭いいって今言ったでしょ。でなんでかっつったら、よれに入った瞬間にやっぱルアーがどうしても強制的な流れで押される。で糸もスッと突っ張る。その瞬間に本物と思ってクーッと切ったやつが違う。ネイル進化をね 0.45 から 0.6 にちょっと変えてみる。たったこれだけの工夫でも変わるからね。なぜならここは流れてるから。流れと意味不明な対立の仕方をしちゃダメだからね。流れをちゃんと協力者に変えないと。ここで1個自分的にアップデートできてるんだよね。よれでそういうジャッジすんのねっていう。たかだかこういう釣れてない、いわゆる残念なしょんぼりななんかね、
ことに見えるけど、これってめちゃめちゃ大事な情報なのよ。うっそ、うわーくす、本物食いやがった。やっぱインサイドで食うね、餌ね。やべえ、釣れてねえけどめっちゃ楽しい。うお、鯉が食いそう、鯉が食いそう。ほらめっちゃ食いそう。ああやって鯉までこう水面付近でこう小さいものに対してフーって食いに行こうとしてるってことは、もう同じ稚鮎でもここはヘナ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 してるのを食ってんじゃなくて、まだ多少なりともあっちよりか動けてる稚鮎を食いに行ってる。来た。よし、食った。よっしゃ、アビ。でっかいな。うわ、カバ入る。カバはやめて。でも岩もやめて。跳ねるな。うわ、でっか。止まんない。糸なくなっちゃうよ。よいしょ。うわ、カバーに入ってる。あれ、うわ、どうしよう。取りに行く。取りに行く、気をつけながら。鬼冷たい。バックウォーター。どんだけタフネス。流れに乗るとすごいね。50あるなしなのに。体力がやばすぎるわ。よっしゃあ、魚の口に糸残したままは、針残したままはね、避けたかったのと、あと単純に釣り上げたかった。まあでもちゃんと安全にね、配慮して、この浅い岸際をちゃんと、まあこれマッティじゃないからできるけどね、マッティはやめよう、危ないから。ほら、どう、めっちゃ綺麗。よいしょ。おお、いい魚体ね。2way って確かにすごい魚を魅了する特殊なパワーを持ったね、ルアーなんだけど、その絶対っていう、もう全ての魚が食うルアーなんて世の中にないんだよね。やっぱりその状況に合ったルアーを繰り出す。ちょっとね、2way のホバストがどうしても流れが強い分、ホバストできないんだよね。どうしても押されちゃう、見切られる。だったらスピードを使おうということで、昨日のアップデートがここに来てくんだよね。アビの高速引き強かったよね。ドリフトからのパパパパパッと動かしちゃったよ。ああ、いい50アップきたねさらにアップデート。たまらん。あんだけ岩ゴリッゴリにすられてるけど、まあね、ドラグのコントロールと竿のベンドのね、この吸収力、クッション力っていうかね、それプラスでもまあよく耐えたよ。4ポンドでもうクリックリになってるでしょ。岩に2回
また入れたからねこいつねだからまあやっぱこういう流れの中でねでかいのをかけてちゃんと取り込むっていう、これはねもう正直経験値、経験を積んでアップデートしていくしかないんだけど、まあでもよかった、無理せずに。よっしゃ50あるなしかななんて言ってたけど54なんだね。これで54ってことは俺55あるあるとかって言ってたバスどんだけでけえんだよ。サンキュー。グッドファイトだったな。世の中にいろんな情報が溢れ返ってる。もう絶対これだみたいな書き方ももちろんある。で勝手に自分がうわこれしかないと思ってしまうケースもある。だけどそれは絶対にない、絶対にない。なので、一つ一つのリーグだったりルアーだったりその特徴で、特徴が分かれば出しどころが分かる。出しどころが分かっても食わないんだったらあと工夫することができる。これでアップデート。もうバージョンアップを楽に狙おうとみんな思いすぎなんだけど、大事なのは一個一個のアップデート。これがやっぱ釣り人を大きくするしね、釣れる釣り人にしてくれるから、この考え方っていうのはもうマジで大事なんでね。ツーウェイが絶対じゃない、こういういかにもリアルフィニッシュの魚のワームが釣れそうな景色でもスピードとシルエットでごまかすっていうね、これ攻め方もあるんで。でオフセットにした理由はタイガーのカバー、あれを使いたかった。なのでオフセットで、さらにオフセットにすることによって高速水面スイッチができる。よしパーフェクト。今回はこういった特徴をつまんでみたっていう感じだよね。極端だったね。で、今回から始まるこのアップデート、伝えたいことっていうのが、とにかく今までみんな取ってた情報、得したって思ってた情報、本当に得だった、もしくは本当に得だった、得の可能性もあった情報、たくさん情報って取るよね。知るってことだけで満足してなかった。もう今もう情報で溢れ返ってる世の中です。ちょっと得したな、なるほど、はあはあはあで終わり。こんな人も山ほどいます。情報はね、知るだけ聞くだけ見るだけ意味ないんです。意味がないんです。見たこと、納得したこと、現場で体験してください、経験してください。そこで初めて綺麗なアップデートっていうことでね、本当に今回釣りにしっかりフォーカスしました。で釣りにおける大事なキーワード、自分なりにこぼしたつもりです。なのでそこも拾えるとこうまく拾っていって、もうねテクニックとかね商品とかねもうどうでもいいの。もうそこはねもうレイドの YouTube 見て、もうそこでしっかりやってます。ここでみんなにアップデートしてもらいたいこと、それは何か、現場にあるちょっとしたかすかなヒント、これをいかにつまんで超過に変えていくか。今回はねそういった意味では綺麗にいったと思う。すごくタフな中でも、みんな苦戦してる中でも、だって通い込み系のスーパーロコですら釣れない、厳しいっていう中でも、まず自分なりにはいいはめ方できたと思うんでね、こうやって見つけていく、はめていく、アップデートしていく。ぜひ、終わったら今後も参考にしてください。じゃあまた第2回目でお会いしましょう。